今日は韓国風おにぎりを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、韓国風おにぎりを作っていきたいと思います。こちらのおにぎりはもう混ぜて握るだけなのですごく簡単です。さらにですね、今回はそのおにぎりの簡単なアレンジバージョンレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、たくあん、天かす、韓国海苔、小ネギ、だしの素、コチュジャン、白ごま、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずご飯ですが、今の状態で 300g になります。そして今回韓国風ということで、韓国海苔を入れて一緒に作っていきたいと思います。その他にはね、天かす、小ネギ、たくあんを入れて食感にね、アクセントをつけていきたいと思います。味付けはとてもシンプルです。だしの素、コチュジャン、こちらの2つで味付けをしていきます。そして白ごまに関しましては、こちらはね、すりごまで代用していただいても美味しいと思います。こちらはお好みでやってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに小ネギから切ります。こちらは根元を切り落として、そして半分に切ります。そしてまた半分に切って、あとは切り口を揃えて小口切りにしてください。もうね、スーパーにね、小口切りになったものも売ってますので、そちらをね、使っていただいてもいいかなと思います。あとはね、ネギがお好きな方は2本ぐらい入れていただいてもいいかなと思います。ネギはこのように切ってください。それでは続いてたくあんを切っていきます。まずたくあんをね、だいたい 5mm 幅ぐらいで切ってください。そして今度はくるっと回転させて、また 5mm 幅ぐらいで切っていきます。はい、たくあんはね、だいたい 5mm 角ぐらいですね。このぐらい粗めに刻んでください。それではね、具材を合わせていきます。あとはね、もう混ぜていくだけなのですごく簡単です。まずここにご飯ですね。そして一度広げてください。最初にごま油をまずコーティングします。一度ね、このお米をほぐします。そしたら続いてここにだしの素と、あとはここにコチュジャンを入れます。これで一度ね、よく混ぜてください。ご飯のね、ベースを最初に作っていきます。はい、このようにね、しっかり混ぜてください。そうしましたら続いてここに天かすと、あとは白ごま、そして刻んだたくあん、そしてこちら韓国海苔ですね。こちら一度に適当にね、こうやって手でちぎって入れましょう。そしてあとネギも加えます。全部入れたらもう一度ね、よく混ぜてください。これでよく混ざれば OK です。あとはこちらをね、おにぎりにしていきます。今回はね、こちら100円ショップに売っているおにぎりを握るグッズを使って作っていきます。こちら水でね、一度軽く濡らしてください。そしてここにご飯を詰めていきます。はい、このように詰めてください。あとは蓋をしてギューッと押さえつけます。はい、こんな感じです。あとはね、ここを押せば取り出せるので、このように取り出してください。これでおにぎりの完成です。ではね、残りも同じように握っていきます。はい、全部握り終わりました。こんな感じに仕上がってます。今回はね、全部で4個分になります。こちらは目安にしてみてください。それでは1個ね、簡単なアレンジバージョンをご紹介していきます。これね、すごく簡単なので、ぜひやってみてください。まずおにぎりを置いて、ここにチーズをのせます。よいしょ。こんな感じでもうかぶせちゃって OK です。あとはこちらをね、トースターで焼いていきます。少しね、チーズが溶けるぐらいまで焼いてみてください。はい、美味しそうに焼き上がりました。このぐらいですね、焼き色をつけていただくと、こんな感じでチーズもとろけてとても美味しそうな仕上がりになります。今回私が使ったのがね、とろけるタイプのスライスチーズになります。ぜひね、こちらもすごく美味しいのでやってみてください。はい、これで韓国風おにぎりの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、具材もたっ
ぷりでとても美味しそうな仕上がりになってます。そしてこちらがアレンジバージョンです。チーズもねこんがりとろけてとても美味しそうな仕上がりになってます。ぜひこちらもやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。たくあんの食感がすごくいいですね。あとねこの韓国海苔の風味が最高です。では続いてチーズバージョンもいただきたいと思います。いただきます。チーズの香ばしさとコクが加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の韓国風おにぎりのポイントです。まず今回具材にですね、たくあんと天かすと小ネギを加えてます。たくあんと天かすはね、すごく食感のアクセントになりますので、ぜひ入れて作ってみてください。そして今回コチュジャンも加えてます。コチュジャンは甘味噌なので、すごくね、味わい深い美味しい仕上がりになります。そしてあとはですね、味付けにだしの素を使ってます。こちらはね、カツオのだしの素を使ってるんですが、こちらのだしの素は鶏ガラスープの素でね、代用していただいても美味しく召し上がっていただけます。鶏ガラスープの方がね、ちょっと味が濃いめなので、少し量をね、少なくしていただくといいかなと思います。あとはね、もうすべて具材を混ぜ合わせておにぎりにするだけなのですごく簡単です。今回私がね、使った100円ショップのね、おにぎりを握る簡単な調理グッズを使うととても簡単にできますので、ぜひこちらも活用してみてください。そして今回はですね、簡単なアレンジバージョンもご紹介しました。これね、とろけるチーズを乗せてトースターで焼くだけなんですけれども、本当にすっごく美味しいので、ぜひこちらも試してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は韓国風おにぎりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。